皆さんこんにちは。アルプス鹿の向井です。前回は自然に見せる歯並びの話をしました。今回はもう一つ大切な歯の白さの話です。白い歯は清潔感があって魅力的です。ただ白すぎる歯はかえって不自然に見えてしまうことがあるんです。今日はその理由についてお話ししたいと思います。実は歯の白さは2つの要素でできています。1つ目はガラスのようなつるっとした透明感。2つ目は光の反射です。白い陶器のような明るく反射する力です。この2つのバランスによって私たちは白さを認識しています。では透明感が強すぎるとどうなるのでしょうか。光は唇の隙間から口の中に入り、奥に行くほど暗くなっていきます。これは物置の扉を開けて暗い奥を覗き込むような感じなんです。そこに透明な前歯を置くと奥の暗さが透けてしまい、黒っぽく見えてしまいます。では反対によく反射する前歯を置くとどうなるのでしょうか。明るくピカッと光って奥は見えなくなります。しかし今度は白さだけが浮いてしまいます。このように白さとは透明感と反射のバランスが崩れるとどうしても作り物のような印象が出てしまいます。透明感のある白さ、これがとても大切なんです。さてここで人の視覚の話をしたいと思います。ここにある中の色はすべて同じなのに、周りの枠の色によって中の色が違って見えます。これが色の錯覚なんです。人の目は周りの色に強く影響されます。例えば日焼けした人は歯がとても白く見えます。でも実際にはそこまで白くないこともあります。これは肌や唇の対比によって脳が白さを補正しているからなんです。つまり歯の白さとは歯だけで決まるものではありません。肌の色や唇の色との対比で決まってきます。だからこそ注意が必要なんです。イメージだけで真っ白い歯がいいと選んでしまうと肌の色から浮いてしまい、口元だけが目立ってしまうことがあります。白い歯は確かに綺麗です。では白ければ白いほどいいのでしょうか。私たちが大切にしているのは肌や唇に馴染む白さです。顔色が明るく見える、でも決して浮かない、そんな品のある白さを選んでいきたいと思います。白さだけを追い求めすぎると歯だけが自己主張してしまい、かえって不自然に見えることがあるんです。さて義歯を自然に見せる工夫は白さだけではありません。リアルな歯茎、美しい前歯のデザイン、そして口元に馴染む白さ、この3つが揃ってあなたらしい笑顔が完成します。見た目に自信が持てると気持ちまで前向きになります。次回は少し違う視点のお話をしたいと思います。なるほどと思ったらぜひ次回もご覧ください。ご視聴どうもありがとうございました。